雑談です。久しぶりです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ、陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、昨日は何をしてたかというと、昨日までですね、何をしてたかと言いますと、朝やん水道橋博士さんがやっている阿佐ヶ谷ヤング用品店という、配信のイベントがあるんですけども、トークイベントですね。いろんなゲストを交えて、深掘りして話を聞いていくっていう番組配信イベントなんですけども、それの準備やなんやかんやで、ハラセンラジオをね お休みしてたというかね、ましたが、そんなことをしておったんですが、昨日はその朝やんの本番で、そのシオン監督がゲストに来てということをやっておりましたので、見ましたですわ。配信イベントなんでまだまだこれから2週間全て見ることができるんですけど、本当にぜひ見ていただきたい。概要欄にリンク貼ってますんで、本当にご覧になっていただきたいというのは、どっからこれ話せばいいのかなっていうところなんですが、僕の視点から言うと、その監督でやるって決まった時に博士に、いや実は東京トライブ僕エキストラで参加してて、そこで出会ったエキストラの後にですけどね、後にエキストラの帝王という方と出会っていて、そこで僕はそもそもその東京トライブにエキストラで参加してた理由っていうのが、当時本当に博士さん、その時当時2013年とかですよ、撮影してたの。13年頃にちょうどイベントをやってたんですね、ザ・高円寺で。それに行けなくて、でもその監督のあれがすごいっていうのを知ってて、いろいろ映画を見て、いやこれ本当にすごいなと思って、そしたらその東京トライブの撮影でエキストラ募集してるっていうのを知って、ラッパーをね YouTube で公開オーディションやってるのも知ってたんですけど、その後撮影が始まってからエキストラの募集があったんで、これはちょっと潜入捜査で、だからその監督の現場を見てみたいっていう気持ちで、そっちですよ。内定というか、本当に潜入捜査というか調査ね、潜入調査をしに行こうと思ってエキストラに参加して、でその3のその仕事ぶりというか現場ってどんな感じなんだろうなっていうのが知りたくて、でエキストラに参加してたんですが、でエキストラに来るような人って本当に映画が好きでとか役者目指しててとか、そういった人が、個人ほぼ一人でやってくるんですよね。物好きしか集まってないですよ本当に。で、中には劇団というかエキストラ事務所からね来てるような人はなんていうんですかね、いや結構そっちの方の人の方がやる気がないんですよね。やる気がないというか覇気がないというか、登録してて渋々来たみたいなのが多いんですけど、個人でボランティアで参加するって人はもうその時点でやる気しかないですよね。なんとかしてやろうみたいな。で僕もそんな中の一人として行ってて、でも僕の目的はその監督のそのがちょっとややこしくて申し訳ないですけど、その監督のその現場ねその監督のなんて言ったらいいの現場を見学したいから行ってたんですけども、と思って行ってたんですが、待てよというかね、そのエキストラ出番前にね結構待たされるというか、待ってる時間が長くて、どんな人が来てんだろうなって周りを伺っていると、もうひときわ異彩を放つ人がいて、それがその増井さんなんです。エキストラの帝王増井さんに なるんですけど、増井さんがねなんかすごく慣れた感じで場を仕切ってるというかね、エキストラを束ねてる感じでいて、これはちょっとあの人に話をそういういろんな組織に潜り込んだ時にはね、どう
振る舞ったらいいかって言ったら、一番その中でこいつが偉いんだろうなとかね、こいつがっていうのもあれですけど、仕切ってんなっていうところにすり寄って、そこからこうね、情報を得て、場をなんていうんですかね、取り仕切っている人に今ね、近づくんが一番手っ取り早いんで、一番偉い人にこうね、近づくんが手っ取り早いんで、じゃあ、あの人が一番多分この現場を分かってて、ね、仕切ってるっぽいなと思って、もうすぐです。そういう嗅覚だけはあるんでね、すぐちょっと言って話を聞いて、いや僕初めて来て、こういう現場も初めてどうしたらいいですかみたいなところから水産の話を聞いたらもう面白くてね、もうそれからあとはその現場その監督の現場ね、その現場、を調査するつもりが、いやこれは増井さんが面白いぞってことで、もうそうなったらもうエキストラのね、なんか募集があるたんびに増井さんに会いに行くたびに、もう東京トライブのエキストラに行って、調布のね、多かったのは調布の撮影場の撮影が多かったんですけど、ある日高崎のね、フィルムコミッションでやってるような廃工場の有名なところがあるんですけど、そこをね、朝バスで集合して行ったりとかもするぐらい、もうあれ1ヶ月くらいですかね、ずっと通ってましたよ。ね、都合何回かな、行くために T シャツかトートバッグがもらえるんで、その枚数数えたらね、わかるんですけど、結構あげちゃったりしたんですよね。いっぱい行ってたから、5、6回、もっと行ってたかなってやって、で、そこで出会った増井さんが、その監督の大ファンってことで、その後もずっとね、増井さんとメールの連絡とかしながら、番組に出てるとかね、番組とか映画に出てるんでとか、で見たら、あれ見ましたよ、めっちゃ映ってましたねとか、映画を見るたんびに、これもしかして増井さん出てんじゃないかなってね、なんとなく思って見てると、やっぱり出てる。これめっちゃこんな分かりやすいところに出てるとか、過去ほんといろんな作品に出てるんで、そういうのが面白くて、そういうやり取りをしながらね、それがほんと8年前でしょ。で、そのさんが朝やんで来るっていうんで、じゃあ増井さんにすぐ連絡して来るんで見に来ませんかって、最初はねそんな感じだった。で博士と内容どんなんなるんだっていうLINE グループがあるんで、その中でね、いや実は増井さんっていう、僕も東京トライブで知り合ったこんな面白い人がいるんですっていう話をして、じゃあなんかそんな参加できるようなコーナー作るかもって言ってて、昨日やってみたら、エキストラの公開オーディションというか、ワークショップ、監督自身もよくやってるようなワークショップみたいな感じで、公開オーディションのコーナーをやるっていうんで、そこに増井さんも出ていただいて、っていうところまではよかったというか、全部最後まで良かったんですけど、最初から最後までね。ところがですよ、その次、今ハリウッド映画を撮って、ニコラス・ケイジの主演のハリウッド映画を撮って、12月にもう一本エッシャー通りの赤いポストっていう映画が公開されるんですけど、その映画の内容がエキストラがすごい出るんですよ。でその概要だけ言うと、そのエキストラ自身もそれぞれ自分の人生の主人公であるわけだから、そういった意味で東京トライブを見に行った時に撮影しに行った時も、僕はエキストラとして行ってるんですが、僕には僕の人生、僕が主人公のドラマがあって、増井さんには増井さんが主人公のドラマがあってみたいなのはすごく感じたんですよね。だから鈴木亮平さんとか清野奈々さんとか出てますが、それ主人公でやってたりするんですけど、そうじゃない漫画でいうモブ、エキストラにもそれぞれの人生があるっていうのはすごく感じていて、で今度12月に公開するエッシャー通りの赤いポストっていうのがなんとそういう話、エキストラにそれぞれスポットを当てるんじゃないですよ。スポットは当たりに行くんですよね。でそういったエキストラそれぞれの人生があって、でもその映画の中では、お前らエキストラね、そのモブ背景だけでいいのか、そうじゃねえだろ、お前らにはお前らの人生があるんだろうって言って、
革命を起こす映画だっていうのを聞いて、本当増井さんのまんまじゃないかみたいな話なんです。話も出るんです。その昨日の朝やんの中で。これは本当に朝やん配信で見ていただいて、そうね、その後もまだいろいろあるんですけど、本当に面白かったというか、いやー、だから終わってからも増井さんとこう LINE のやり取りでね、東京トライブでお互い知ってというか出会って、で8年後昨日の朝やんでまた再会して、じゃあ次は今度は本当にそのさんの映画で増井さんと僕とで共演しましょうみたいな LINE をやったんですけど、本当にそれは夢物語じゃなくて、本当にそうなるように僕もしたいなと思っておりますが、そんな感じで昨日の朝やんはあって、でまたその準備のためにというか、東京トライブを見直したんですけど、本当に面白くて、東京トライブ漫画も面白いんですけども、東京トライブ2がベースになった話ではあるんですけど、それそのさんが昔やってた高円寺との新宿の構想みたいなやつの要素も含んでてめちゃくちゃ面白いんで、東京トライブ2、これねネットフリックスでありますんで、ぜひご覧になっていただきたいっていうのと、僕も増井さんもそこの現場に行って出てるから、俺この辺で出てたなっていうところが分かって、めっちゃ分かりにくいところに、これ増井さんとかこれ俺やねんっていうのを見ながら一回トークして、ぜひね暇な人がいたら僕と一緒に東京トライブをこれ俺やねんとかね、このシーンこんな感じやったとかね、そういう話をしながら見るのもまた面白いなと思って、僕はねそうやって見ておりますが、普通に楽しめるね、もうこれネタバレしちゃってもね、もう昔の映画なんでいいとは思いますが、このオチがめっちゃくだらなくて、それもまためっちゃ面白いんで、東京トライブ2、ぜひネットフリックスでありますので、他のねその監督の映画もたくさんありますので、ぜひご覧合わせてね、朝やんと合わせて、どっちが先でも後でも大丈夫です。しかし朝やんは2週間しか見れませんから、ぜひその間にご覧になって他のその監督の作品も見ていただければなと思います。ぜひ、ご覧になってくださいといったところです。はい。コントラップバトル、ちょうどお時間ね。僕はラップの素養がなくてね、全然韻を踏んだあんな感じでできないんですけど、ちょっとあれを東京トライブ見て勉強しました。東京トライブを見てね、入り口は何だっていいんですよね、と思いました。ぜひねこのチャンネルも登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。